ソング、今日はこれアイロン制服プリーツスカート丈詰め、やってきます。でウエストを5センチ詰めるんですけど、それで見てきます。でこれはまあまあ大きめのひだですね。でどうやって詰めるかっていうと、このプリーツを大きくつまんで5センチ詰めていこうと思います。でこれ裏見てもらったら分かるんですけど、結構作られてるプリーツスカート、こう肥大値もずれてるんですよね。だから制服の会社は僕働いたことないですけど、こうプリーツ加工が作られてる段階でずれてるんで、なんか微調整されたのか、それが別の直し屋に出した可能性もありますね。なんでここで帳尻合わせればいいと、多分何言ってるか分かんない人多いと思うんで、やってきます。でこれ柄物だった場合、内側のひだがずれて柄がちょっとずれるっていうのを、内側だけね、それをちょっと伝えておいてあげてください。じゃあやっていこうと思います。でまず上前下前ってあるんですが、この下に隠れる方から僕は詰めていこうと思います。なんでこの位置をずらすんで5センチですね。単純に5センチの位置にとりあえず印していきます。これもここから5センチの位置なんで、分かんなくならないようにここら辺にちょびっとあればいいかなって感じで、このまず持ち出しを取っ外します。で印が分かんなくなる、向きが分かんなくなったら嫌なんで、こう下につけとくとこれの端がこうだよっていうの分かるんで、自分で分かるようにしてあげてください。ただこれこうやってついてるだけなんで簡単に外せます。でとりあえずこれ外せたと。でこれを外していくんですけど、これも端から5センチ場所を変えるんで、ここから5センチの位置ですね。で出来上がりしたいんで、そこから縫い代は位置つけようかな。なんでここでカットする感じですね。でここから5センチずつずらしていきたい、5ミリずつずらしていこうと思います。でこれ10本分ですね。めんどくさいんですけど、これ5ミリかける10は5センチ詰まることになるんで、ここでこれはなんていうんだ、ボックスプリーツっていうか、これはこっち側に寄ってこれはこっち側に寄ってますよね。なんでそこを見間違えないようにちゃんと自分で印して、このように12345今6です。7、8、9、10。なんでここで帳尻を合わせます。で取っ外す感じですね。カッターでもハサミでもどっちもいいです。これは多分カッターの方が早いと思うんで使います。切れ味チェックして外していく感じです。こういう感じでこのように外していきます。
でこれ多分地縫いでプリーツは固定されてるんで、そのまま外しても大丈夫だと思います、はい、このようにで生地は絶対切らないように、もうちょいですね。ここまでいけば、このひだが大きいんで、このひだがどこまであるんかなって感じ。ここまであるんで、もうちょいですね。ここら辺までもうほぼほぼ全部じゃんって感じなんですけど、でそこまでほどいて、でこのベルト付けも外します。で縫い代がこのベルト1センチだなっていうのが見たら分かると思うんで、それも一応頭で覚えておきます。でもさっきの位置まで突破です。はい、こんなもんでほどけました。でこのひだをそれぞれずらしていく感じですね。全部ずらすとやりづらいんですけど、はい、外せました。で切るのはベルトだけですね。なんで身ごろが切らないかっていうと、こうプリーツで重なるから勝手に寸法が縮まるという感じで、この印したとこを切っていきます。無駄なものは切らないように、この縫い代をつけたここを直近と、はいで OK で、これ角になるからこの芯があるんですけど、この芯プラス1センチ切ります。ここですね。これでこいつがあると角縫いができないので、このように切って寸法が定まります。はい。でこのようにつくと。でプリーツ外していきます。これちょっと初めてなんでわけわかんなくなったり、
人はなんか黒っぽいんで黒でいこうと思います。で、まずこっち側からですね。このひだは、だいたい仮止めされてると、じゃあここほどいていきます。で、仮止めされてるだけだと思うんで、このカッターよりも手でほどいた方が早い気がします。こういう仮止め系はさっきみたいに指だとほどきづらい場所だと指じゃないカッターの方がいいんですけど、こういう風に外れると思うんで、入んない回収内されてるとこはこうやって自分で動かしてあげる。でこうやって動きます、ひだが。それをこの線引いたとこにずらすという原理ですね。なんでこっちからやってったらいいかもしれないですね。隠さないかぐらいして押さえ幅ぐらいでいいと思います。縫い代は1センチで隠れますんで、繰り返しも隠すように。で次もここに重ねる場所に移動です。で移動したらこうぺったんこ、でここでまた反対側もほどきます。こうか。分かんなくなる人はこうやってね、ギリギリまでついとったら忘れることはないと思うんで、初心者の方はこうやった方がいいかも。最初にこの仮止め全部ほどいてしまうと、どこがどこのプリーツか分かんなくなる人多いかもしれないから、折り跡見たら大体分かるんですけど、この印とか消えちゃうと本当大変なことになるんで、で外せるとこまで外すと、もうちょいかな。もう一個先ぐらいか。まだあるね、意外とまだあった。もう変な作りだなと思う。印消えてたらこうノッチハサミで入れてあげてもいいと思います。ここまでですね。で動かせそうな、多分いけます。いっぱいほどいちゃって、ほらこんな大変なことになってます。なんで分かんない方はもうほんと自分の分かるとこだけをやるように。でここで次のひだ、123、
かせなかったですね。間違えました。なんで123本3本動かしたことになります。ここはもう付き合わせだったんで、これ以上ほどけんということで、でこれで4、これで4です。これで5、これで6、で7、7になって、これ8、あった。やっぱさっきのノッチ入れといてよかったですね。印見えねえなと思ったらここに隠れるんで、8で9で9だからもう1本プラスしないといけないですね。123456789、そう、あと1本追加しなきゃいけない。ちょっと分かりづらい動画になりそうですね。ごめんなさい。また来たら分かりやすい動画撮り直します。まだ YouTube になんかちゃんとしたやつが載ってなかったから載せたいなと思ったんですけど、逆によく分かんなくしちゃってましたね。で約5ミリ。はい、これでおそらくいけるはずで、このややこしいのも仮止めで、またベルトを付け直さなきゃいけないで、角縫いからですね、こう1センチで縫います。でこのように繰り返す。で角出すとからこれが入ると。はい、これで角縫えました。でベルト付けしていく感じです。でさっき持ち出しから何センチで縫われてるかを言うの忘れてたんで 2.5 でした。 2.5 の位置に印、ここからつきます。ここからか。ここからですね。はい、
からベルト付けしていく感じです。印はないんでちょっとただただつけるって感じなんですけど、ベルトベルトのこれを縫わんように、多分針折れるからそれだけ気をつけて。である程度収められて測れるなと思ったらこう、自分でこういうふうに終わりをちゃんと見定めないと縫いずれがしてきたりするんで、そこをぴったり合わせたいから、近いうちからこうやってやっとかないと後々めんどくさいことになると。終われそうなんで大丈夫ですね。でベルトつけられました。こういうふうにこの字に縫えばこういう感じかな。じゃあここから縫っていきます。でこの時圧力を上げると縫い流されづらくなると思います。でぺったんこにして、で下は引き気味の方がいいと思います。上布が流されるからです。でこの縫う時に
もともとあった糸を取れると効率いいかも。縫った後にほどくとなんか糸が挟まって取りづらいからね。はい、じゃあいきます。くれぐれもこっち側ベルト芯があるんで気をつけて。で下側を引いてぺったんこで縫う。で裏確認しとく。で上布がやっぱ流され気味だなって思ったんでサンドペーパー引いてぺったんこにしてで縫うと流されづらいです。あくまで下は引くと。
う。